呼吸。体内の毒素のために寿命の前に死ぬ者が多い。その原因は間違った食事にもあるが、もう一つは長期にわたり不純な空気を吸い、これをうまく外に吐き出せないでいること。これにもある。ヨガはこれまでしばしば否定されてきている。東洋人の訓練方法は西洋人には向かない。西洋人には西洋人にふさわしい独自の方法が必要というわけである。そこで我々は西洋人の身体に適した方法を享受することにしよう。これはヨガではない。西洋の学徒に適した結構な方法と申しておこう。人によっては呼吸訓練は全てよろしくないとするが、我々の法に従うなら結果は全てよろしい。ただし我々の言う通りにすること、自分勝手なことをやらぬことである。初歩の段階であまり息を深く吸いすぎたり、息を長く止めたりせぬこと、これは動悸を早め、めまいを起こす原因となる。体を緊張させることもよろしくない。呼吸の訓練は全て調和があり、不快感があってはならない。平和と安らぎの気を生むようでなければならない。霊的訓練においては、常に調和を主眼とすること、つまり、比喩的に申せば、身体的、精神的、霊的に腕組みをした状態、これである。息を十分に吐いて、肺を空にする類の人は少ない。大多数の人は肺の上方だけで呼吸しており、したがって肺の下部には悪い汚れた空気を残したままにしている。こういう悪い習慣が一生続いているわけである。息は深く吸うこと、十分に吐き出すこと、これは相当な修練をしないと、そのようにはならぬ。また、呼吸はゆっくり静かに、調和をもって行うよう修練を積むこと、すなわち徐々に深く深く息を吸引し、肺の下部まで満たし、またこれを空にする。吸引の時は肋骨を十分に拡大すること。では、我らが呼吸法を述べるとしよう。まず鼻孔を清めること。できれば窓を開けて立つ。吸気のたびに神を思え。神が我が内に入りたもうという気持ちで、次に呼気の時、息を全生命に向かって放つこと。この吸気により、霊的太陽光線はその人の内を満たし、その人に光を与え、眉間のチャクラ、つまり心霊中枢に集まる。このチャクラから心でこの光を心臓チャクラに導くことができる。これで霊的太陽光線が心臓にある種子原子、これについては口述するに届くことになる。できるだけ毎日これを実習すること。時間は好きなだけでよいが、無理があってはいけない。また訓練によって正しい立ち方、座り方、歩き方をすれば、正しい霊的姿勢が取れるようになる。目は光を増し、太陽光を直視するようになる。つまり太陽の栄光、キリスト神霊の栄光のほか、何者も見ないようになる。もはや身辺のごたごたは、心を煩わさず、キリストの栄光をのみ見るものとなる。背筋を伸ばし、正しい姿勢で直視する霊光を呼吸せよ。すなわち、この光明を吸引せよ。さらに地上の悩める者に向かって自然に放て。この呼吸が調和をもって行えるようになったとき、極めて自然の心安らぐ呼吸であることが知得できる。最後に一言、これまでも申してきたことだが、水を十分に内外ともに用いること。我らは皆さんすべてのものに、毎日飲んだり浴びたりする水晶の水、太陽をはらんだ水の流れを授けることができる。ただし皆さんがゴミゴミした都会に住んでおれば、これは困難だが、思い出せば昔、我らはふるさとにあって、かの水晶の水の流れにいかに狂気したことか。冷水浴は何分にも不調和なもの。過度にショックを与えることはせぬがよいと申しておこう。常に調和を心がけ、極端は避けたがよい。熱すぎる風呂もよろしくない。湯の温度をぬるめにし、後でよく摩擦するがよい。大いにこれを楽しみなされ。ただし疲れるほどではよろしくない。できるなら飲料水は沸騰させるかろ過した方がよい。というのは都会の水は健康に良くない不純物や有害な鉱物質の沈殿物があるからだ。毎朝呼吸実習の前に
少量の水を飲みなさい。飲むに際し次のように思い、これに意味を持たせなさい。私が飲むこの水によって神の英知が私の体内にこもる。と、次の一因でこうまた思う。神の愛が私にこもる。と、最後のひと飲みでさらに思う。神の力が私のうちにこもる。と、こうして水を飲むたびに、あなたは神の一面ずつを取り入れることができる。また、これによって、あなたは絶えず肉体とエーテル体を浄化しているのである。最後にかように祈りなさい。私に神の息を。その息により私がすべての人、すべての生き物、すべての生命に祝福を送るものとなりますように。と、その後、その神の息を吸引なされよ。